海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。海外のテック一時情報を確かめるこの番組、今日は AI コーディングエージェントの承認ゲームの話です。承認ゲーム？何を承認するの？ブラウザで遊べる Continue Y-N というゲームがあります。プレイヤーは AI コーディングエージェントの人間側の承認者になって、次々出てくるコマンドを時間制限付きで通すか止めるか選び続けるだけのゲームです。じゃあ、危ないコマンドをちゃんと見抜けるかの腕試しなんだ。見逃しが軒並み集中していたのは見慣れた名前のコマンドでした。壊れそうな見た目のコマンドはちゃんと止められていました。それって私たちが普段 AI にはい進めてって言ってるのと同じ場面だ。壊れそうなコマンドを見分ける目はちゃんと機能しています。4万を超えるプレイから集まったデータで見てもそこは確かでした。これマジ？じゃあ何がダメなの？数字を教えて。平均で見ると脅威に当たるコマンドの3回に1回近くを見逃していた計算です。これマジ？全部見せて。このゲームを作ったのは元ウーバーのスタッフエンジニアの方です。集まったのは4万を超えるプレイからの延べ40万9000件の承認、却下の判断です。それだけ集めたら結構本気の実験データだね。プレイヤーがやることは一つだけ。AI エージェントが次にこのコマンドを実行していい？と聞いてくるので、時間制限の中で通すか止めるかを決めます。現場のプログラマーが AI に、やっていうあの瞬間だけを繰り返すんだ。そもそもどうやってこれは脅威ですって判定してるの？ゲーム側があらかじめ危険な意図を持つコマンドと普通の安全なコマンドを両方混ぜて出します。プレイヤーがどちらに反応したかを機械的に集計する仕組みです。つまり正解のある試験を大量の人にやらせた感じなんだ。さっきの3回に1回はこれを全部まとめた平均です。でも実はコマンドの種類によって見逃す率に大きな差がありました。種類によって自分がプレイヤーだったら危ないコマンドくらい直感で見抜けると思うんだけどな。実はそこは当たっています。まずコマンドの種類別に見逃した割合を並べたのがこちらです。見るからに全部消してしまうような明らかに破壊的なコマンドは一番見逃しが少ないカテゴリーでした。まずここはちゃんと止められています。そこはみんな警戒してるもんね。ところが後に何かを仕込む改変、外に情報を持ち出したりコードを実行させるもの、権限の範囲をこっそり超えるものと種類が進むにつれて見逃しは一つまた一つと段を上がっていきます。後に何かを仕込む改変って具体的にはどういう感じ？裏側の設定に次回以降も自動で動く仕掛けをそっと書き足すようなものです。その場ですぐ何かが壊れるわけではないので、承認する側も身構えにくくなります。危なさで言ったらどれも十分やばいのに見逃しはどんどん増えてくんだ。見逃しを分けていたのは危険度の代償ではありません。一目で危ないとわかるかどうかでした。権限範囲の逸脱っていうのがちょっとピンとこないんだけど、例えばどんな感じなの？例えばこれだけ触っていい？と聞かれて許可したら、実はその一部のつもりがもっと広い範囲まで一緒に動かせる権限になっていたというようなケースです。頼んだ範囲より実行できる範囲の方が広い。それ確認画面の文字だけ見てたら絶対気づかないやつじゃん。だからこそ4つのカテゴリーの中で一番見逃されやすいカテゴリーになっています。一目でわかるかどうかで通過率が決まるならマクばければ何でも通っちゃうんじゃない？その最たる例が次の一つです。ゲームの中で一番見逃されたコマンド、それが NPM Run Analyze でした。このコマンドに対する判断のうち6割を超えるものが承認でした。 NPM Run Analyze って開発の現場で普通に打つコマンドだよね。見慣れた顔をしたコマンドです。同じゲームの中で明らかに物騒なコマンド全体の平均の見逃しは1割そこそこでした。一つのコマンドの数字とカテゴリー全体の平均を並べても差は歴然です。危なさで言ったら同じ土俵に立ってるゲームのはずなのに、名前が普段使いっぽいだけでこんなに差がつくんだ。見た目が過激なコマンドほど止まり、見慣れた名前を持つコマンドほど通ってしまう。今日一番の発見はここです。一つ補足すると、名前の見慣れ具合で判断が緩むことをはっきり見せてくれたのは、一番見逃されたこの一つのコマンドです。カテゴリー別の数字の方は、コマンドの種類ごとの集計で、名前の印象を測ったものではありません。なんで名前一つで、そんなに判断が変わっちゃうんだろう。人は判断に迷うと、中身を全部読み解くより、見た目の手がかりを近道に使います。NPM も、Run も、Analyze も、開発者なら日常的に目にしている単語ばかり。だから脳が勝手に知ってるやつだ、大丈夫
と処理してしまいます。中身を確認したつもりで、実は名前だけで通しちゃってたってことか。そもそもアナライズって名前なのに、そんなに危ないことができちゃうものなの？ NPM のスクリプトは、名前が何であれ、裏側でどんな処理を書いてもいい仕組みです。アナライズという名前は、ただ調べるだけに見えますが、実際に何をするかは、中身次第です。名前は自己申告なんだ。中身が伴ってるとは限らないんだね。でも、それって特殊な化けさせ方をしないと起きないやつでしょ？やり方そのものは今日は扱いません。持ち帰ってほしいのは、見慣れた名前をかぶれば、それだけで承認は緩む、という一段上の教訓です。こういう、AI との間に置かれた、人間の最終確認、がどれだけ機能しているかを確かめる話、これからも掘っていくので、気になったら今のうちに登録しておいてもらえると嬉しいです。続き、気になる。このゲーム、なんかリアルだなって思ったんだけど、実際に AI に仕事を頼んでる人も、こういうの経験してるの？まさにそこです。コードを書く AI エージェントの多くは、ファイルを消したり外部と通信したりする前に、画面に、これ実行していい？という確認を出します。ゲームは、その瞬間だけを切り出して作られています。じゃあ、仕事の資料作りを AI に手伝ってもらってる人も、似たような確認の面を見てるってこと？あります。しかも実際の作業では、似たような確認が何度も繰り返し出てきます。回数が増えるほど、一つ一つをじっくり見る余裕は減っていきます。確認、確認、確認。だんだん指が先に動くようになっちゃうやつだ。ゲームの結果は、その、指が先に動く瞬間に何が起きているかを数字にして見せてくれたとも言えます。実際に見逃しちゃったら何が起きるの？大切なファイルが消えたり、外に情報が持ち出されたり、想定より広い権限を渡してしまったり、さっきの4つのカテゴリーがそのまま日常の作業の中でも起こり得ます。ゲームの中だけの話じゃない。明日の自分にも起き得る話なんだ。でもそれって、プレイヤーがちゃんと見てなかっただけじゃない？気をつければ防げるやつじゃないの？そう思いたくなりますが、注意力の問題として片付けない方がいい話です。人は毎日大量の判断を限られた時間でこなしています。パターンに頼るのは人間として自然な反応です。見慣れた名前をいちいち全部疑ってたら、それはそれで仕事が回らなくなるもんね。その通りです。今回の結果は、ゲート側の設計の話として読むのが筋です。見慣れた名前は信用するという人間の癖をそのまま素通ししてしまっているのが問題です。プレイヤーの落ち度ではありません。AI エージェント側から何かヒントをくれたりはしないの？このデータだけではそこまではわかりません。わかっているのは承認する側に立たされた瞬間、名前のもっともらしさが判断を動かすという事実です。じゃあ、AI エージェント自体を使うのはやめた方がいいのかな？そこまでの話ではありません。便利さと引き換えに承認という関門が新しく生まれたというだけです。関門がある以上、そこの精度を上げる工夫がいるという話です。ここからは、この結果をどこまで信じていいかの話です。作った本人が、2つ注記を残しています。1つ目、ゲームの中では、出てくるコマンドのおよそ 34% が脅威でした。日常の業務で、脅威そのものに出会う頻度はずっと稀だと、著者自身が書いています。じゃあ実際の現場で、3割も危ないコマンドが飛んでくるわけじゃないんだ。2つ目、プレイヤーは、これが時間制限付きのテストだと分かった状態で遊んでいます。本物の業務中、気を抜いた瞬間の承認とは、条件が違います。テストだと分かってるから、逆に気合が入ってた可能性もあるもんね。実際の職場で同じ調査をしたら、この数字はどう変わりそうなの？そこは、今回の記事だけでは分かりません。実務での実測は、まだこれからの宿題です。数字が良くなるか悪くなるか、決めつけずに見ておきたいところです。この2つを合わせると、66.3% という正答率も、カテゴリ別の見逃し率も、そのまま実務の数字として当てはめるのは無理があります。あくまで、ゲームという実測環境で起きたことです。じゃあ、この結果自体はあんまり意味がないってこと？違います。意味の置き場所が別にあります。実務の見逃し率そのものを測ったデータではありません。ただ、見た目のもっともらしさで判断が揺れる、という傾向を、くっきり見せてくれたデータとしては価値があります。それでも、こうやってゲームにして、正答率まで出して見せてくれたのはありがたいね。自分の判断がどれくらい甘いのか、遊びながら体感できる。これは、統計を読むだけでは得られない実感です。整理します。一つ、見た目が過激なコマンドほど止められて、見慣れた名前のコマンドほど通ってしまう。二つ、これは設計の問題として扱う話です。三つ、今日の数字はゲームの中の実測であって、実務の見逃し率そのものではありません。このゲーム、自分でもやってみたいな。何問目で見逃すか、ちょっと怖いけど気になる。概要欄にリンクを置いておくので、
自分の正答率が 66.3% を超えるか試してみてください。私も人のこと言えないよ。いつも、多分大丈夫でしょ。って押しちゃうもん。次に何かを承認するとき、名前の印象だけで押さずに、中身を1秒でも見る。それだけで、この差の片側は自分で埋められます。今日から見慣れてるから安心。お疑ってみるよ。この番組は、海外のテック一時情報を原文から確かめて解説しています。面白かったら、チャンネル登録お願いします。高評価もね。それじゃ、また次の動画で。またお会いしましょう。